はい、皆さんこんにちは。台湾から帰国した太極拳アスリートの頼みです。はい、ということで今回僕はですね、台湾の方に行ってまいりまして、超有名なランタン祭りに参加してきました。でこちらですね、ピンシー・ティエンドゥンシエって言って、ディスカバリーチャンネルに世界で2番目に大規模な夜間フェスティバルとして評されるほどの大規模なお祭りで、実際ですね、僕も行ってランタンの打ち上げまでやってきたんですね。それもすごいね、なんか大迫力の会場の中、もうすごい大盛り上がりで、ちょっとこう雨が降ってて、なんかその雨すらも、こうなんか、なんていうんですか、こういい感じになってて、ちょっとこう湯気とかが出ちゃったりして、もうすごいね、大迫力の中、行ってくることができました。で、このランタンの打ち上げはですね、Vlog チャンネルの方で今後アップロードしますので、多分ですね、1ヶ月後ぐらい、4月の頭ぐらいにアップロード予定ですので、詳しくはそちらをご覧ください。はい、ということで太極拳の話をしていきたいと思うんですけれども、今回は今日から始められる太極拳シリーズ、今回第5回目ということでですね、やっていきたいと思います。はい。で、今回やるのはバイフーリャンチーですね。24式太極拳ではですね、3回目の動きになるんですけども、3回目のイエーマーフェンドンが終わった後、半歩引き寄せるのと同時にボールを抱えて、で、重心の移動、腰の回転、そして腰回転させながら分け開いていくという、こういう動作になります。で、イエーマーフェンドンからこのバイフーリャンチェンに行くまでの間は、半歩引き寄せるという動作が入ります。で、これは玄武と言うんですけども、以前ですね、この玄武が難しいですというコメントをいただいたこともありますので、ちょっと今回はここ詳細にですね、順を追って丁寧に解説したいと思います。で、ちょうどですね、春ももうすぐそこまで来てるということでですね、毎シーズン恒例の深掘り動画ですね、こちらの方はちょっと深掘り要素を強めに入れまして、作成しましたので、ぜひ参考にしてみてください。はい。それでは今回はバイフーリャンチーの解説をしていきたいと思います。バイフーリャンチーは24式太極拳3つ目の動きになるんですけども、イエーマーフェンゾン同様ですね、ボールを抱えて、そして分け開くというだけの動作にはなるんですけども、これはちょっとね、複雑な動きをしてまして、結構ね、流れるようにやってしまうと、こうちょっとぎこちない動きになってしまいますので、そういったところをですね、順を追って解説していきたいと思います。で、プラスですね、このバイフリャンチーは、玄武という歩型が使われます。なので、イエーマーフェンゾンからですね、バイフリャンチーに行くとき、ちょっと新しい歩型が歩法がね、出てきますので、こちらもですね、ちょっと詳しく解説してから、バイフリャンチーの動作に入っていきたいと思います。はい、それではですね、バイフーリャンチの解説に入っていきたいと思うんですけれども、まずその前にですね、玄武という歩法をちょっと紹介したいと思います。で、玄武というのはですね、例えばイエーマーフェンゾンのゴンブー、この状態からですね、バイフーリャンチに行くとき、半歩寄せます。こんな動きですね。半歩寄る。この半歩寄るのを玄武というふうに言います。で、ここからですね、まず左のクワを緩めます。はい、こんな感じですね。そうすると後ろのかかとが上がって、右足軽くなりますね。で、この状態でちょっと緩みを使います。どうやるかというと、こんな感じでですね、緩みを使う。そうすると、ちょっとこう上に引き上がるような感じで足がこう寄ってきますね。寄ってきました。で、この寄ってきた足、素直にここに着地します。で、そうすると、はい、自然な位置で玄武することができました。で、これはですね、どういうことかというとですね、ここから例えばこの左足で頑張ってこうバランスを取ってるうちに、この右足をどこに置こうかなっていうことをやってるということではないということですね。別にこの足を置く位置とかはですね、自然に体が一番いい位置、こう持ってきた時に一番いい位置に引き寄せられるようになってますので、自分でなんかこういうことをやってるということではないですね。はい。なので、ここ、イエーマーフェンゾンが終わった。ここから、クワを入れて、で、ちょっとこう緩みを使って、で、玄武をする。で、玄武した時にボールを抱えるんですけど、こんな形を作るということで、玄武というのはこんな風にやりますということでした。はい。で、次ですね、このバイフリャンチ、この上半身というか全体の動きの解説に入るんですけども、多分バイフリャンチ前から見た方が分かりやすいですね。イエーマーフェンゾンが終わったところから、ここから、さっき言ったように玄武する時にこの左クワが入ります。で、クワが入るということはですね、若干腰回りますね。こうではないということですね。こうではなくて、はい、腰若干回ります。で、はい、玄武してます。これ玄武しました。で、つきました。これさっきの足の形と同じです。で、ここからかかと、後ろ足かかとつきます。これ横からのがいいかもしれないですね。ここから、玄武をしました。で、かかとを
つきます。で、重心移動をして、で、腰がここの辺からこう回っていきますね。腰が回ります。で、はい。で、ここですね。ここポイントの一つです。ここですね、この手の関係と足の関係、これがですね、しっかりこう、外にこう張り出しているような感覚があるということ。で、これっていつも説明してます。外3号が使われてます。外3号っていうのは、肩、股関節、肘、膝、手、足が一致していること。だから例えばね、ここで膝つぶれとかがあるじゃないですか。正面からこう見ていただくと、例えばね、膝がこんな風に中に潰れると手もこう潰れるんですよ。で、これ膝が張ってると手も張るんですよね。なのでこれ外3号のこの関係というのをしっかりここで一回確認をします。じゃないとね、膝が潰れるとやっぱ膝故障の原因になりますので、イエマーフェンゾンからバーフリャンチ、足を引き寄せて、で後ろに行って、で腰が回った時ですね、ここしっかりこの張りが出てるということを確認してください。でこの張りが出た状態で右足でちょっとこう重心をなんかこう地面を捉えるような感じですね。右足で地面を捉えるような感じで分け開いて完成となります。ここから左のクワを入れてボールを抱える。で後ろのかかとがついて、で後ろに重心、腰が回った時、ここですね、しっかりねこう張りが出てる状態で、ここから右足を使って分け開いていきます。こんな感じで、この最終形はですね、ちょっとこう手は固形を描いてますね。こう丸い感じできて、最後こう丸い感じで押さえる。こっちは押さえで、こっちもねちょっとこう外に張り出してて、例えばここから来た攻撃がしっかり守れるように、だからちょっと高い位置で行ってます。これがこう低くなるとね、ここがガラ空きになってしまいますので、これちょっと高い位置でしっかりこう防御みたいな、防御ですね、防御をしてます。はい、それではまとめです。イエマーフェンゾン3回目が終わったところからバイフレンチやっていきたいと思います。はい、まずイエマーフェンゾン3回目作っていただいて、でここからまず左のクワを緩めて、はい、ここで緩みを使って弦部をします。で後ろのかかとをついて、で重心の移動、そして腰が回る。でここですね、外3号しっかりこの手が張り出てるのを感じます。で次右足に重心を多めに乗せて、でここから分け開きながら左のつま先を突き替える。そして、はい、バイフリャンチの定型が完成という感じになります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はバイフリャンチの解説をしました。でバイフリャンチはですね、他のCV の歩型、例えばショーホイピーパーとかダオジェンゴンとかと比べるとですね、ちょっとこう腰の向きが最後こう正面に戻るというか、ちょっとこっちに回るんですよね。でそうなってくるとどうしても後ろの膝がですね、ちょっとこう内側に入りやすくなってしまいますので、内側に入ってしまうとどうしてもこう故障の原因につながったりとかですね、あとやっぱり痛みがこう出てきやすくなりますので、ぜひですね、そういったところをいちいちこうちょっとチェックしながら、地面の力がきちんとこう足に伝わってるのか、上半身の方にですね伝わってるのかというのをねチェックしながらやってみてください。はい、ということで今回の動画参考になった、面白かった、もしくは僕を応援してくれる人はチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント、絵文字一つでもいいのでいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。